バクのホビーチャンネルにようこそ。このシリーズでは市販されているパラボラアンテナを改造して電波望遠鏡を作る様子や手順などを数回に分けて動画にしています。電波望遠鏡は完成したんですよね。完成したような、しないような。あ、いつもの改造でいつまで経っても完成しない感じですね。図星なのだ。気になるところがたくさんあって直さずにはいられないのだ。そこが自作派の良いところであり、良くないところでもあります。でも人の本質としてより遠くへ、より詳細に、より微弱な信号を受信したい気持ちは誰もが抱く感情ではないでしょうか。そう、光学望遠鏡だってより遠くをより詳細に観測したいを突き詰めて宇宙に大口径の望遠鏡を打ち上げてしまったのだ。ハッブル宇宙望遠鏡や JWST のことですね。そして個人が持つ望遠鏡だって小口径からより大きな光学系やより高感度なカメラ、そしてより安定して高精度な赤道儀へと沼にはまる人はいると思うのだ。そうですね。自作の電波望遠鏡ならば作り変えて試してみたいことはいろいろとありそうです。今回は受信感度を上げるために給電部に組み込んだ LNA を1段そして2段直列にしたらどうなるか試してみたいと思います。ところで LNA って何ですか？ LNA はローノイズアンプリファイアの略で低雑音増幅器のことなのだ。そうですね。プリアンプとも呼ばれ、微小な信号を扱いやすい信号レベルまで増幅するのが目的ですか。それぞれ高周波陽、低周波陽がありますが、共通して言えるのは、ローノイズアンプにノイズがあると雑音も増幅してしまうので、超低雑音なことと、高帯域にフラットな利得特性、そして信号波形を正確に増幅するリニアな特性を要求される高機能なアンプです。特にギガヘルツ帯まで使える部品は特殊な半導体を使う必要があり、部品単体で購入しようとするとなかなか高価で購入も難しいのだ。そうですね。ギガヘルツ帯 LNA コアは USA のコルボ社が有名ですが、入手が困難です。いろいろ検討したのですが、今回は衛星テレビチューナー用の LNA を試してみました。この製品は以前から SDR 受信機と組み合わせて飛行機モニターや電波流星観測に使っているのだ。LNA は円形パッチアンテナのインピーダンス調整のため、中心からオフセットした給電ポイントの近くに配置し、前面、グラウンドの円形基板にリニアレギュレータ LM317 を使用した可変電圧電源基板を搭載しています。なぜリニアレギュレーターを使ったのですか？ LNA にノイズのない電源を供給したかったのです。小圧や高圧のスイッチング電源はノイズが大きいから当然なのだ。そうですね。変換効率は良いんですが、ノイズが多くて微弱な信号を扱う回路に使うことができません。電源のリップル、熱ノイズなど考慮すべき点はたくさんあります。絶対0度付近まで冷却する場合もあるようです。冷却か。ベルチェがジャンクで余っていたな。
た悪い癖が。意外と効果的かもしれませんよ。熱ノイズは確実に減るわけだし。プライスでアルミのキャビ削り出してゴニョゴニョか。妄想はやめましょう。は、そうだったのだ。とりあえず LNA を2段にして結果を見るのだ。2段にすると利得は上がるのですが、ノイズフロアも上がります。それでは意味がないので、SNR が悪くならない範囲で初段の利得を大きく取り、2段目は中段程度で使用します。2段目も高く設定すると良い結果にはならなかったのだ。そうですね。ゲインを高くすると、2段目の LNA の入力段や SDR の入力段が過入力で壊れる可能性があるので、20デシベルぐらいのアッテネータを入れると、信号もノイズも一緒に下がるので、SNR を悪化せずに入力段を保護できます。とりあえずベンチで LNA を2段直列につなぎます。どうなるんでしょう。LNA を2段つないだので、実際に受信してみます。まずは疑似信号を空間伝播させて2段接続で受信できているか確かめます。受信していますね。1段目の LNA のゲインを動かすとノイズフロアが上下するのがわかります。ノイズフロアが動かない位置まで利得を下げて使うのだ。本当はもっと利得を大きくしたいんですが、欲張ってはいけません。この LNA はどうやって利得を調整するんですか？ LNA に供給する電圧を上下することで簡易的に利得が調整できます。だいたい 6V 付近から利得が上がり、上限は 12V を絶対超えてはならないのだ。いかがだったでしょうか。今回は LNA を組み込んだ要素を紹介しました。ナレーションはボイスボックス。 3i アトラスは何者なのか知りたい若松明と、国産大豆の甘納豆が大好きずんだもん。ターコイズブルーの水性角が大好き猫塚 B でお届けしました。ではまたこのチャンネルでお会いしましょう。ではまたね。